前回ですね、私が5000万円のプライスタグ MBA には高すぎるんじゃないかなっていう話をしたんですけども、こういう6つのタイプの人は本当に行った方がいいという話を今日トニーがね、真っ向勝負で話してくれるので、その辺を深掘りしていきたいと思います。なので、あなたが当てはまってるかどうか最後まで見てチェックしてみてください。やっぱでも MBA 行くかどうかの話って実際行った人に聞かないといけないと思うんだよな。すいません、言ってなかったです。言ってないです。俺は行ってよかったと思うし、俺の背景から説明すると、BC、新卒で BCG2 年、その後 VC2 年働いてから、学校はウォートンスクール、アメリカの、いわゆるトップ 3MBA で言われるところで、今日の話もさ、前提として欧米のトップ20スクールの前提で話したいと思う、それじゃないと結構ねちょっと話の内容変わってくるんで、その6つの行くべき人は6つのタイプがいて、俺はその6つのタイプの3つぐらいに該当してたんで、それがなんか服従に該当している人は本当に前向きに検討するべきだと思うから、それを分解していきたいと思う。行ってよかったっていう1つ目のタイプはコンサルか IB を目指してる人、確実に俺はコンサルか IB に行きたい。これはなぜかというと、コンサルと IB は採用するタイミングが結構決まってて、新卒採用、MBA 採用、あと中途採用であるんだけど、中途採用の門って結構狭いんだよね、だから MBA に行って、もし新卒で入れなかったとか、新卒ではまだ興味がなかったっていう人がいて、でMBB もしくはIB に行きたいんだけど、今の仕事が忙しいとか、そもそも採用してないとかのいろいろ問題があるから MBA に行けば入れる確率が10倍ぐらいは上がるので、MBA はある意味就活市場のアクセスをなんか買うみたいな感じ、ジョブフェアのチケット超高いやつそれはでも IB とコンサルだけなの？もうオプションとしては。もちろんIB とコンサルないキャリアパスもあるけど、 IB とコンサルって MBA じゃないといけない場合も多い。特に IB はそう、コンサルは中途とかいろいろ採用してるけどね。あとは全然MBA なしでもコンサル中途採用できるけど、やっぱ社会人って忙しいじゃん。だからケース面接の準備する心的な余裕がない人って多いので、だからちゃんと自分が準備できる時間を取って、で一番採用されやすい環境にいて挑んだら、合格する確率って、結構高くなるんで、難易度がもう圧倒的に安くなります、低くなりますよってこと。そうそう、でだから実際に俺の友達の中で元アジアの、オリバー・ワイマンに働いてて、そこでMBB を学生の頃から中途まで3回受けて全部落ちた人がいて、アメリカの MBA 行って、でそこで挑戦して、今は現在ニューヨークオフィスの MBB で働いてる人もいたりして、そういう人の場合すごい ROI いいわけ。絶対なんか、国内でずっとなんか MBB にはこれ行きたかった人がやっとね夢が叶ったんで、前回の動画でも話したけど、コンサル MBB、 特にアメリカの MBB に入社できればその ROI なんて多分何年ぐらいで取れる。だからそういう場合は目標が IB がコンサルってちゃんと決まってる人は非常にいいと思う。俺も IB のリクルーティングやってるじゃん。でよく見るのがアジアでセールズ&トレーディングとかエクティリサーチとかの部門にあって、でちょっとキャリアパス間違えたっていう気づきがあって、それでアメリカに MBA 来て、で IB リクルーティングしてちゃんとねニューヨークのウォールストリートにブレイクインできた人って、山ほどいるので、そういう感じのなんか確信がある人は、もうほぼ成功したかな。あとは今の事例はアメリカの IB や MBB に行きたい人の話だったんだけど、これは結構ね英語のハードルとかあって難しいかもしれないんだけど、日本に戻りたい、日本の MBB に行きたいっていう人だったらさ、もちろん、ね面接とか全然簡単ではないんだけど、そういう気持ちがもうMBB のアプリケーションを出す時点でもう自分は MBB に行きたいという目標がある人で、ちゃんと準備してきた人は全然ボスキャリとかでオファーもらえるからさ、もうほぼねちゃんと目標が決まってて準備を事前にした人はもう確実に、日本の MBB に行けるパスなんで、それだったらね ROI 全然取れると思うんだよな。なるほどね。コンサル IB に行くんだったら、そうそう、なんか割とみんななんか自分が何やりたいのか分かんないっていう感じで来てる中途半端な覚悟で来てる人が多いんで、それでね自分が決まったら目立つじゃん。2つ目のタイプはもうなんかキャリアはさておいて、とりあえずなんかアメリカに移住したいって人。なるほどね。これはまだ IB コンサルに限らずアメリカ移住がプライオリティな人。 MBB とか IB とかそっちに限っちゃうとオファーもらえないかもしれないじゃん、でそれだったらオファーもらえなかったら不満足な人って結構リスキ
なんで、特に日本に戻ってくるって選択肢は NG な人は、とりあえずアメリカに移住したいって人は、選択肢を広げれば何かしらの、ね、オファーはもらうんで、多分だから例えば友達の中で、日韓の MBB で働いてて、でアジアのそのワーキングカルチャー、年功序列カルチャー、あとジェンダー的なね、いろいろ苦痛があるんだけど、そういうところにもうんざりになって、私は海外行きたいですっていう気持ちが本当に強い人は多分ね、ビザ的にこれが一番簡単だと思う。確かにアメリカって意味だったらビザでその転職のハードルマジ高いから、一番分かりやすくて確定できるオプションっていうのは本当にそうだと思う。結局俺も向こうで働けたのはね、学生ビザがあったから、MBA じゃなかったけど、あったからだから。OPT で。そう、OPT で。そう。例えばアメリカに投資ビザとかで行くんだったら$1ミリオンぐらい必要なんでそれに比べると安いよね。安いもんだよねあとは単純にビザの問題ではなく、やっぱ MBA でできるネットワークって、ネットワークで呼ぶんだけど友達ができるじゃん。だから単純に単身で行くわけじゃなくて、やっぱ移住プラス移住した後にコミュニティがあるんで、なんかすごい居心地いい、なんかすごいプレミアムチケットの移民のカードみたいな感じで使えるかな。その ROI 的な話で俺も確かに言って、その大体元取れないですよって話言ったけど、例えば日本と比べてもそうだし、大体の国がやっぱアメリカよりはるかに給与が低いから、アメリカで多分仕事を取れた、それ仮にそのトップティア、そのバンキングコンサルティングじゃなくても自国の例えばコンサルよりも稼いでる可能性がはるかに高い、大体の国の場合は。っていう意味でもROI が成り立ちやすいっていうのはそうだと思う。で今まで結構さ金銭的な観点で ROI の話をしたんだけど、結構こういうなんか人生の大事な決断ってその気持ち的な面も大事で、MBA がすごいトップ MBA に行くのがすごい ROI 高い人って自分の現在のバックグラウンドにコンプレックスを持ってる人行く価値があると思う。3個目。これが本当に価値があるかどうかはそれはあくまでも個人の満足感の問題なんで、自分が今までの学歴か会社のブランドのせいでなんか他人からの目線がなんか満足できなかったっていう人はトップ MBA に行くことでそれを一気逆転できるからさ、それに自分が非常に満足感を得る人だったら全然投資する価値はあるんじゃないかなと思うな。その MBA の箔にすごい価値を感じている人、でも大体の場合はコンプレックス、自分の学歴コンプレックスを持っている人がそうであると。そう例えばなんか自分はすごい自分の地頭に自信持ってなんか別になんかマッキンゼー東大卒とかで言って俺はこいつより絶対頭いいやろっていう考えてるけど、学生の頃ちゃんと勉強してなくて、それがいつもなんかね不満だった人は、ウォートンとかハーバードとか行くことで一発でねそれをもう rest of life 解決できるからさ、それはある意味価値があるんではないかと。俺多分このカテゴリーだわ。そうだね行くならこれがバカバカしいっていう人もいるけど、俺は全然個人的にそう満足感あるんだったら、ね、悪くないと思う。いたこれは周りに。いや山ほどいたやっぱこれだけで行く人はあんまなかったかもしれないけど、これは結構コアな理由で、みんななんか表では言わないけど、やっぱね実はハーバードとか学部卒とか MBA を逆に行かない理由はこういう理由もあると思う。このベネフィットはないから。もう取っちゃってるから。トップティアを特にハーバード学部だったらさ、ハーバード、スタンフォード、ウォートン以下の学校ってなんかブランディングが既存されてる。既存されてるからさ、だからこの3校に受かってないハーバード学部生って山ほどいるので、だから自分はなんか実は受かんなかったんだけど、MBA ってバカバカしいみたいな感じで行かない人もいる。なるほどね。あと4つ目はやっぱその ROI の観点から愛も大事じゃん。どのぐらいお金を使ったっていうところで、それがゼロになるパスがあるので、それは社費留学ですね。でも社費留学で自分の卒業後自分の会社に戻る選択肢が全然 OK である人がMBA 行ったらノーリスクでいけると思うな。確かに帰るの NG だったら結局払わなきゃいけないからね。自分の会社に戻るのがめっちゃ嫌な人ってね、全然もう借金なんでこれは。でもそこの会社の自分のポジションだったり会社に対してコミットができている人、主にその日本だと商社とかMBB とか大企業もあるけど、社内で非常に優秀な人材だと認められてるっていうまたちょっと別の軸の箔がつくわけじゃん。
だからもうこの会社が大好きですっていう人は遊びながらキャリアを進められるっていうのは、まあ、これはノーリグレットなんじゃない？そうなんか社費留学の人のさ、なんかやっぱいたけど、何がいいかってその MBA のうちの1年か2年の間、その就活のこと考えなくていいからすっごいハッピーなんだよね。そうなんだよな。で結構なんか、まあ、大体夏インターンやんなきゃいけないとか、そのためのそのプレップだったり、その授業以外のその就活に当てられる時間が多分全体のこの労力100ってなった時になんか50近く多分かかるじゃん MBA って、はい、で俺がなくからで大体日本の特に社費留学だと生活費とか出てる人もいるじゃん。そうなるとなんかね、学校に行きながらお金もらえて、なんかそんなことを気にせずっと遊んでられて、で大体日本だったら家族帯同とかもよくあるから、はいはいはい、ハッピーライフだよねあれは。まあ、でも問題なのは大概の社費留学の人って戻りたくないって思う人が多いんで極めて少数なんだよな。そうね、確かに戻って OK って人は、いるけどね、いる人はやっぱそこでもう次のこのポジションとかで割とハッピーになってる人は見かけるから、確かにね、その戻ることが OK だったら良いですと、これ行くときは戻ってもいいと思ってるけど、先週の大迫さんみたいに変わっちゃうよね。途中で変わっちゃう場合はどうなるんでしょうか。まあでもそれはそれで OK なんじゃない？行って目が覚めたっていうことで、まあ、それはまたなんかプライスレスな、ね、あれなんで、だってこの会社以上の世界に自分が興味があったのが35、40になって気づいたらそっちの方がハイリスクではないかと。なるほどね。この愛の話の延長線なんだけど、2個目の、愛がどうでもいいっていうことになる 2個目のパターンがあって、この5つ目のタイプで、経済的に余裕があってもう半分遊びのみ、遊び半分学びで、そういう経験が許容できる人、もうなんかお金持ちのお坊ちゃんみたいな感じ。5000万円がはした金の人たちってことね。そうだね。海外旅行行ってきましたみたいな感じで5000万が使える人。いい海外旅行だな。オートンとかでいっぱいそういうのいっぱいいるでしょ。いやーもうめちゃくちゃいいよ。大体MBA のクラスってモートンは850人でハーバードが1000人強なんだよね。結構多いんだよね。でけえな。そうでかい。スタンフォードはちょっとちっちゃいけど、でこの構成がさ、ちょっとラフに考えて3つぐらいに分けられて、最初の枠が俺らみたいで勉強頑張って、いい大学行っていい会社で勤めて、でバリキャリみたいな感じの人がいて、で2番目はなんか政府系とかちょっとビジネスじゃないけど、ちゃんといろいろやってて、ちょっとキャリアチェンジをしたい、ビジネスに行きたいっていうエンジニアも含めて、そういう層がまたある。その3つ目の枠がいわゆるレガシー御曹司枠っていうのがあって、そうだね、大企業のなんか名門家門の、ね、息子とか娘とかそういう人たちが集まってくる。特にトップ校に行くこと。ちなみに身の回りでいたトップの金持ちはどのぐらいの金持ちだと？普通に父親がビリオネアっていうそれははした金になるわ。でもこのミックスがわざとそうしてるの。だってこのタイプ3の人、その御曹司のタイプはタイプ1の人が欲しいわけ。自分の下に働くとか、ね、今後一緒になんか自分がファンド立ち上げたいです。でも自分の頭ではできないから、MBA だったそのタイプ1のトップクラスの人と一緒にやっていいパートナーシップになるわけ。これはなるほどね。これはだからアイビーセレンディピティ的にはここでビジネスが発生するっていう意味ではなんか行く価値がある人たちもいるってことだ。そう全然自分のなんだろう、英語で好きな単語は surface area of luck っていうのを、運の表面積を最大化するためには MBA は結構ね投資する価値があるかもしれない。特にこのなんかタイプ3の人たちに会える機会ってめったにないので、そういう意図で来てる人もいる。ただしそのタイプ3の人ってなんか自分がタイプ3だっていうことをすごい自慢してるわけではないんで、それをなんかねちょっと探りながらこいつはどういう背景なんだろうっていうのをね実際考えて、わざと戦略的に友達関係を作ってる気持ち悪いタイプ1の人もいっぱいいた。それちょっと嫌だね。そうだからなんか MBA の友情ってなんかみんなちょっとなんか気をつけてね接近してる側面もある。ちょっとこのstrings attached な。そうちょっとピュアじゃないかもしれない。なるほど。打算的な部分がどうしてもちょっと入ってきちゃうと。そのタイプ3、タイプ1の友情の中でもタイプ1の中でもさ、やっぱこいつ俺のキャリアに役に立つのかなっていうのをいつもみんななんか無意識的に考えてる。意識的に考えてるけど、無意識的に考えるのはしょうがないけど、意識的に考えてる人はちょっと気持ち悪いか。っていう、お金持ちの人だったらですと。そのお金持ちの人たちってただ遊びたくて来てるんじゃなくて、実際 MBA の遊びって一般的なその同じ5000万を使って自分ですごい高級な世界一周旅行をするより MBA の方が楽しいと思う。なんで？なぜかというと
なんか旅行ってやっぱ誰と行くのが大事じゃん。で誰と行く、そして行って何をするっていうのが大事なんで、例えば5000万使ってギリシャのなんかすごいいいアイランドでパーティーやってセーリング行って、そういうのもいいけどさ、それもさ飽きるし、なんか人生の無駄になってる感覚があるんで、MBA でやった、自分のタイプ3の人だったらタイプ1の人と会って彼と一緒にね遊びに行ったりで、MBA の校内のプログラミングとかで、インドに遊びに行くけど、インドのなんか有名な会社とかの訪問もして、遊び半分、ちょうどなんかその遊び半分学び半分のバランス感が欲しいで、そのプログラミングを自分でわざとやりたくないっていうところで、すごい高級なクルーズみたいな感じで行くのが MBA かもしれない、彼らにとっては。そういう人たちが俺らのチャンネルを見てるとは思えないから当てはまらないかもしれないけど、そういう人もいるらしいですね。なるほどね。はいはい。で今5つ、最後のタイプが6つ目のタイプは、もう生まれ育ちはもう国内育ちで、すごい超ドメスティックな人で、その5つのタイプに完全に該当しなくても、とりあえずねいろんな人と会えるんで視野がめちゃくちゃ広がる。でこれもなんかそのプライスレスのカテゴリーに入って、この MBA に行って2年間いろんなことを見て経験して同じ仕事に戻ったんだけど、今後のキャリアに対する自分の態度とかね、その完全に変わっちゃうんで、そこもなんかねやっぱその運の表面積を、広げるための投資としては全然ね価値があるかもしれない。俺の5000万ROI 動画に確かコメントしてくれた人がいて、いましたね。はいはいはい。今まで普通だったら会えなかった人たちに会えて、とってもハッピーですみたいなコメントは多分そのカテゴリー、その人がちょっと遠目だったかは知らんけど、今まで知らない世界観、今まで知らない世界線で生きてきた人たちと出会える機会を今まで本当に人生でなかった人が MBA っていうのは良いですよって。そしたら陽介もなんかそのでサウジの友達とかできたじゃん。そうね、確かにね。それと別でなんか MBA にトップ MBA プログラム憧れてる人って多いじゃん。で行って分かるのは、なんか意外とこういうなんかいい学校、ハーバード、ウォートン、スタンフォードというところでも割とみんななんか普通の人間なんだよね。でその中には本当のバカもいてもうなんか授業中に本当わけわかんないこと言ってる人もいるし、なんか本当に明らかに自分よりなんか地頭悪そうな人もいるし、なんかそういうことを見てさ、自分もなんかこういう人たちと全然変わらないという自信が身について、で卒業後に、もうちょっとアンビシャスなキャリアパスに挑めるような勇気ができるっていうところも俺は多分期待できると思うんだよね。それは行く価値があると。で大事なのはこの 6つの要素が何個ぐらい複充したら絶対行く価値があると思う。1個じゃなくて複数あったら行く価値があると。そうなんか5000万ってプライスタグって結構ねやっぱ負担を感じざるを得ないっていうのはあるけど、やっぱ人生長いんで、その時間軸をちゃんと考えて、計算してみたら、それで見えない金銭的な部分も考慮して計算したら、たやすいもんだと俺は思うな。俺は MBA の、高いプライスタグを払ってでも行ったらいいと。こういうの複数要素持ってたらより行った方がいいよって人、行かない方がいい人もいる。いや絶対いるよやっぱ5000万のギャンブルなんででもいろんな類型があるものの多分3つぐらいにまとめられると思って、1つ目は自分が何をしたいかが決まってなくて MBA って考えようって思う人。それダメなんだ。例えばさ、医大に行く人って医者になりたいっていう気持ちが、あるから医大に行くじゃん、ロースクールに行く人って弁護士になりたいです、裁判官になりたいですという目的があるから行くじゃん、なぜか分かんないけど MBA だけは自分が何をやりたいのか分かんないけど5000万払ってとりあえず行きますって人が多いわけ。医者に医大行ってよかったですかって聞く人いないじゃん必要要素だからね。だからその最初のタイプコンサルか IB に行きたいですっていう目標性がすごい明確な人は後悔しないんだけど、自分が何をしたいのか分かってない人が MBA 行ったらさMBA がそのキャリアパスにカリアパスに役に立たない場合もあるし、いろんなリスク要素があるので後悔する人が多い。でこれはなぜかというとリクルーティングがめちゃくちゃ早めに行われるので、入って直後にほぼ始まるっていう感じなんで、入学して用意ドンになって自分が何やりたいのか分かんない人が授業を受けながら海外旅行行きながら面接準備しながら成功する確率って極めて低いと思う。
何やりたいか分かんなかったらいっぱい手数打たないといけなくてリサーチから始まるからもう一歩出遅れるってことね。そう一方で俺は MBB に行きたいですっていう人は多分合格の通知をもらった12月の時点から多分ケース面接の準備をしててリサーチも終わってるっていう感じなんで、それ競争にならないじゃん。なるほどね。もうだから短い期間での競争だからもう一歩出遅れたらもう取り返せないよっていう。そういう意味でなんか MBA に行って考える時間が欲しいっていう人は多分、後悔じゃないけど自分が思ったより時間はなかった。俺の同級生の中で元アメリカの、軍人出身で、でオートンに入ったんだけどなんかコンサルにも興味があって、IB にもちょっと興味があってであとはなんか軍人だからさ勉強もしたいわけ、ようやくなんかそのちゃんとしたビジネス学校に来れたんで、ファーストセメスターに、コンサルのインフォセッションも行って IB のセッションも行ってで授業もなんか単位めちゃくちゃ取ってるわけ、でその上部活とかもMBA よく部活やるんで全部取ってて、お前これ絶対時間ねえだろ、と思って全部ダメになったケースとかあったね。だから割とその入学当初からつまみ食いしてたらあかんくてもうこれだっていうのを割と2年間の短い中でフォーカスを絞ってない人は失敗する傾向にあるということ、なぜかというと例えば分かりやすくちょっと俺の背景と比較すると俺は最低限の単位を取ってで IB 一つに絞ってしかも入学する前から IB のその400 questions とか勉強してきたわけ、で元コンサルでしょ。彼と俺と競争になるわけないじゃん。だから結局オファーもらってる人を見ると全員なんかそれ迷ってた人は一人もいなかった。迷ってる人は迷わずなったタイミングで MBA 行けと。入学する前に迷いをちゃんとなくしてきなさい。なるほどね。早ければ早い方がいい。エントリーシート出す時点では知らないかもしれないけど、でもね入学すれば絶対その迷いをなくしてもうフォーカスを決めてきてほしいし、あと2番目のフェイリアーモードはなんか MBA がキャリアのマジックカードだと思ってる人ね、あれでしょMBA 行ったら人生大逆転。そうなんかそういう系の YouTube の動画もあるっぽいあるらしい。いやもうそんななんか詐欺なんだよなそれは。その魔法のカードっていう側面はMBA の前のキャリアを問わずに IB かコンサルには行ける。これは本当 IB とコンサルは MBA の前の仕事は何なのか全然問わないのでそういう意味では本当に魔法のカードではあるものの、この2つのキャリア以外のキャリアパスだったら正直 MBA 行かなくても行けるはず。ただ MBA に行ったらちゃんとね前言ったように集中して就活の準備をできる時間の余裕ができて、であと会社が学校に来たり採用枠を準備しといたりしてるんで、そういうところなんでキャパシティ的にはなんか自分が前受からなかった不可能だった会社に突然ウォートン行ったからって PE にいきなり行きますとはそれは存在しないので、そうね、キャリアチェンジの幅にも限界がありますとってことですね。確かにね、先週の大迫さんもね日立からエンタメ受けたが全部落ちちゃった。そう書類落ちだったよね。やっぱその本当に全く違う業界に MBA の箔を取ったからといっていけるわけではないです。結局前職で本当に何がしてたんですか、何やってたんですか見られるってことでね。かといって MBA がキャリアチェンジの鍵にならないことではなく、例えばこれはただしMBB、コンサルか IB を挟んでからその後何に行くのかっていう考えだったらそれ全然 OK なんだよね。大阪のみたいなのね、ベイン先に行ってから世界に行ったんで、マジカルワンドではないですよということね。俺たまになんかコーチングとか普通のメンタリングとかでコーヒーチャットしてて PE に入るために MBA を行きますって言ったらそれはね多分後悔する、がっかりする結果が出るのではないかと。直はいけないってことね。直は無理だし、直、MBB か IB に行って挟んで PE に行くことは可能なんだけど、それもなんか年齢も考えないといけない、自分が現在33歳なのに今ハーバード行って IB 行ってその後 PE 行けますかって言ったら多分行かない方がいいんじゃないかなと。確かに36歳で PE のアソシエイトは入れないからね。入れるとしても多分自分がハッピーじゃないと思う。確かに、ね、28歳から顎で使われて夜中何時まで毎日やり続けるわけでしょ、36になって、それが本当にやりたいならいいんだけどいわゆるね、その辺のリアリティも含めて考えないといけないっていう話よね。そう3つ目のタイプフェリアモードはやりたいことが非常に明確です。 MBA がぶっちゃけいらない人、そのまま行けばいい人。なるほどね。それ例えばすでにコンサル投資銀行に働いててで起業家になりたいですって思ってる人がわざわざハーバード行って
ハーバードで2年間か5000万払ってその後起業するって全く意味ないと思うんだよな。実際MBA 中にいいアイデアが浮かぶ保証もないし、多分浮かばないと思うし、みんなね学校の環境で浮かばないからさ、そういうアイデアってもちろんなんかただだったらね言ってもいいと思うけど、でもトニー起業してるでしょ。いやだから僕は最初は起業家になるっていう考えがなかったんで、IB と PE に興味があった元コンサル BC として MBA に行ってやってみて、これちょっとちゃうなって気づいて起業に興味が湧いたケースなんで、だから最初から起業家になりたかったと思ったら MBA 絶対行ってないと思う。自分は遠回りしたと。だから俺は今日視聴者の皆さんに言いたいことは MBA は全然万能カードではない。だからでしかも5000万っていうプライスターは結構ギャンブル、人生単位のギャンブルに近いので気をつけるべきだと思うけど、ただし条件が整う人はぜひ人生逆転本当にできる機会になるかもしれないので前向きに検討してほしい。ただし自分がどういう人なのか、どういうキャリア像を持っているのか、どういう人生の価値観を持っているのかをちゃんと考えた上で自分の考えがクリアな状態で行ってほしい。もし合格したとしても、特にハーバードとかウォートンとかいい大学に合格してもったいないなって思っていく人もいるけど、この条件に当てはまってなかったら行かない方がいい、ぶっちゃけ。俺の場合はその6つの理由の3つに該当してて、1つ目は俺は結構IB っていう業界に興味があった。で IB に行きたくて、で特にアメリカのウォールストリートに行きたかったんで、アメリカの IB に転職できるもんは MBA しかなかったって思ったので、その中で IB のリクルーティングが一番容易な学校はウォートンスクールオブファイナンスだったんで、だからウォートンに進学しまして、あとは2番目は、ちょっとアメリカに戻りたいっていう気持ちがあったので、韓国人なんでビザがないので、だからアメリカ移住としての目的で2番目のカテゴリーに当てはまって、で3つ目は学校の奨学金とか他のファイナンシャルエイドサポートで実際俺はタダだったので、それこそなんかタダだし、IB 多分行けるし、アメリカに引っ越しできるし、ええんちゃうっていう感じでね、全然迷いなかったね、これは前や。行ってよかった。行ってよかったかなだから5000万のプライスタグは怖いと感じるかもしれないけど、やっぱその条件が整っている人、この動画の6つのタイプの複数が特に該当している人は、ぜひそのリスクテイキングやって、キャリアが逆転できるチャンスになるかもしれないので、前向きに検討してほしいっていうのが今日のメッセージかな。です。なんで当てはまってたら5000万払っていっちゃいましょう。で MBA に行きたい、でも IB かコンサルかまだ迷ってる人は、IB とコンサルの比較エピソードも出しているので、それもぜひ見てみてください。それじゃあまた。